見てよこれ。失業率か、前見た時が確か 73% だったから、3% 減ったわけか。裏で街をいじらせてもらったよ。お勤めご苦労様です。今日は駅前開発に手をつける日。ほんの少しでも街の印象を良くしとかないとね。70% でも十分ニートフェスティバルだと思うが、時間かけてでもこの状況を打開できるよう頑張りたい所存。前回の動画では、ここ沿線地域埼川に住宅街と、観光地と消費の場を兼ね備えた商店街を建設したんだったな。そうそう。あと前回作ったのずみ倉庫のおかげさまで、調布南インター付近の道路がかなり混雑してやがるんだよね。おお本当だ。でも渋滞ってほどでもないんだな。キャパ寸前って感じではあるが。そうなんだよね。まあこの問題は、どうせ後々解決しないといけないことになるだろうし、今は目をつむっておこう。だな。今んとこそこまで深刻そうでもないし。それじゃあ前から言ってきた。調布駅前の開発に手をつけようと思うよ。ようやく手をつけるんだな。早く開発していきたいけど、その前に駅前周辺の道路だとかを整備していこうか。さあまずは駅周辺の道路。でまず一体どのように？ちょっと壇ノ浦小月通りと、駅までの距離が遠すぎる気がするから、まずは壇ノ浦小月通りの一部を取り壊して、駅前に少し近づけて敷設し直すよ。了解了解。まずは新ルートの通るであろう場所に未舗装道路を仮敷設。それができたら、旧壇ノ浦小月通りには控えめに行ってこっぱみじんになってもらうよ。はーい。あとは新ルートを敷設してくだけの簡単なお仕事。仮敷設した未舗装道路を、4車線の一般道にアップグレードして、さああとは橋と橋をいい感じにくっつければ、これで壇ノ浦小月通り一部区間のリニューアル工事完了であります。これで必要最低限駅前を開発する準備は整ったってわけだな。いいやまだだよマリサくん。ほう。駅前整備して万が一ではあるんだけど、駅周辺で火事でもあったらひとたまりもない。あ、そういや前回火災発生率がどうとか言ってたよな。まあでも後からでもいいんじゃないか？そんなんじゃダメだよ。ダメだ。そんな考えしてたら、いつ市民に一気起こされてやられるか時間の問題になっちゃうよ。まるで実際にそれでされたみてえな発言しやがるな。そんなことよりここにそんなことはともかくよ。あるに越したことはないんだよ。備えあれば憂いなしって、たまによく言うでしょ。たまになのかよく言うのかはちょっとよくわからんがな。とにかく、都市のイメージを上げるためにも消防署を建設してこうよ。ああ、わかった。そして新しい消防署を建てる場所はここ。前回の動画で作ったのずみ倉庫の南側か。ここからなら迅速に、壇ノ浦小月通り周辺の火事現場に向かうことができるからね。前の年で動物園炎上したもんな。物理的に。いや科学的か。今まで隠蔽してたんだけど、あれ実は周りの家も一回全部燃えたんだよね。逆に今までよく隠蔽できてたな。隠蔽スキルに関しては、国のお墨付きのようなもの。舐められちゃ困る。よしさっさと作業に戻るか。あっはいごめんなさい。でこんな感じで建物本体は建設できたよ。周りの街並みに対して、自然に溶け込めてるしいいと思うぜ。それじゃあとは装飾を施していこう。まずは消防署の前によくある、自動車停止したらどうなるかわかるやろなー。敵線を召喚。デッカデカと停止禁止って書いてるやつか。でもそんなん知る限りこのゲームにないからこれで我慢しろください。圧倒的手抜き感。まあ市民たちにはこれで察してもらうよ。頑張れ。さて消防署も稼働開始いたしました。これで火災危険度が減ればいいな。高温で火災危険度が減ればいいな。実際に効果が出てくるのはちょっとばかり時間がかかりそうだね。まあずっと待ってるわけにもいかないし、調布駅前の開発に手をつけちゃおうか。ようやく今回の本題か。レッツ駅前開発。あ、そういや駅前開発に使えそうなやつを、アプリ導入してきやした。その中でもひときわ役立ってくれそうなのが、高運のペデストリアーンデッキ。この大きな味方が加わった今、まさにこの駅を高架駅に建て替えるとき、まだ運用開始すらされてないのになんて哀れな。ここに普通の地上駅があるのが見れるわ今日が最後。まぶたに焼き付けるなり写真に収めるなり、お好きにどうぞ。じゃとりあえず撤去作業に入ろう。いろんなパーツで構成された建築物も、範囲選択の前では手も足も出ないご様子で。そりゃあ強いなぁ。
我が範囲選択を前にヒレフスがいい。今はとりあえずこんな感じかな。こりゃ某ニュース番組もびっくりするほどスッキリしたな。そうでしょうそうでしょう。で高架駅に建て替えるとか言ってたが、一体全体どんな高架駅に建て替えるんだ？そりゃあもうこのシンプルな駅舎にするよ。理由は？自分で装飾を加えることができるからね。やはりオリジナリティを出したいのであれば、元がシンプルなものを選ぶのは有効。今の時代にもなればどこでもテナントを呼び出せるからね。こりゃあ22世紀の青田抜きもびっくり。21世紀の技術なめんな。しようと思えばこんな感じで重力だって無視して道路作れんだから。冷静に考えたらなかなかすごい絵面だよなこれ。21世紀の技術なめんな。そういや思ったんだが、ここに至る直前まで線路は地面を走っている。この短距離で高架駅の高さまで本線を上げるのは無理があるんじゃないか？確かにそうだね。そしてそれを解決するためにとある作戦を導き出した。とある作戦とな。新調布駅の周辺ごと地形の高さを下げる。こりゃ随分と大胆な作戦に出たな。だがそうなると津波や大雨が来た時の浸水が問題になりそうだが。もちろんその問題も考慮済み。高さを下げる範囲がもしこうなら大雨時の浸水は免れないだろう。だがしかーし、もし高度を下げる範囲をこんな感じにして、壇ノ浦小月通りの一部を高架化すればこれなら水が溜まることなく海に流れてくってわけか。そういうこと。超夫ばかり工事は大変になりそうだが、やはり災害対策は大事だからな。ましてやここは調布の玄関口となる。町の玄関口が浸水でもしちゃあ住民に申し訳ないしね。まずは大胆に地形を削っちゃって地形側面はコンクリートの壁で囲う。そしてコンクリートの壁と地形の間はサーフェスネットワークを使ってごまかす。これだけでもそれなりにそれっぽくなるんよね。あとはこの壁を地形に沿って作っていくだけだな。なかなか大変な作業になりそうだ。そして重労働の末できたのが高温の擁壁。もう駅舎も建設されてるじゃないですか。そう、ついに駅前を開発するための準備が全て終わった。ここまで長い道のりだったな。それじゃあまずは駅前にロータリーを建設しよう。でもその前に駅前までの道路を整備しないとだな。うわぁそうじゃん。これどっから道路伸ばしてくるか迷うなぁ。選択肢にはどれがあるんだ？魚寺漁港から続いてくる2車線の道を延伸するか、壇ノ浦小月通りに交差点を作ってそこから伸ばしてくるかなんだけど、それなら両方採用すればいいんじゃないか？それはどういうことか教えてマリエモーン。よかろう。じゃあとりあえず今の道路状況を図で表すとこんな感じ。真ん中あたりに壇ノ浦小月通りが通ってて、下側には魚寺漁港道路があるね。言っちまえば大体そんな感じだな。で両方採用するってのがどういうことかというと、今図で書いちゃうとこんな感じ。魚寺漁港道路の延伸プラス壇ノ浦小月通りからの連絡線を作る感じか。よーし決めた。その作戦で行こう。それじゃあまずは魚寺漁港道路の延伸に着工しよう。海岸線に沿って建設していきやす。とりあえずここまで建設できたから連絡路の敷設に取り掛かるよ。そして私思いました。確かにこんな感じで連絡路を作るのもいいと思うんだけど、これだと将来性を考えたとき、ちょっとキャパシティとかも不安なんだよね。確かに言われてみればな。ってわけでこの連絡路はやめ。よりシンプルで比較的キャパシティ多め、ハーフダイヤモンド型のランプを作っていくよ。クソシンプルなランプか。シンプルだっていいじゃない。シンプルだからこそ割とどんな土地でも馴染んでくれるのよこれが。なるほど確かにそれは一理あるな。じゃけんハーフダイヤモンド型ランプ敷設していきましょうね頑張れ。なるべく角度がつかないように調整しつつふわっとやりすぎた。なるべく角度がつかないようにしつつ、分岐がおかしくならないようにも配慮しないとな。これがなかなかに大変。ドッキング完了じゃい。よし来た。ここからいつも通り装飾を加えていくわけだな。そうだね。まずは壇ノ浦小月通り側の分岐から装飾していこうか。ではじめにインターセクションマーキングツールを使って線を書き足していこう。この年でももはや常連と化してきた IMT。こうって便利すぎて一度使っちゃったらもう戻れないよ。手軽にプロップ数の削減もできるし、描写することさえむしろ白線プロップ使うよりも手軽にできるしな。やっぱ手軽さには勝てないね。次に分岐のここにミサイルした時に、衝撃を和らげてくれるクッションドラムを設置。大体のクッションドラムは空洞だが、一部のクッションドラムはミサイルエネルギーを内部に入っている液体で、誘導エネルギーに変換することで衝撃を吸収してるらしいぜ。使えなさそうな雑学をありがとうマリサ。
あとはブリンカーライトを設置して事故防止に努めていこう。さっきのが事故が起きてしまった時の対策だとしたら、こっちはそもそも事故を防止するための対策。ごちゃごちゃ言ってるがシティスカの民には必要ないんじゃ。それ言っちゃったら負けだよ。あとは初見さんにも優しい道路に仕上げていこう。初見さんにも優しい道路に仕上げるってことは、標識でも設置するのか？はい、正解。もちろん普通、ベリーノーマルな標識じゃなくて、出口とかそういうのを案内する地名書いてる標識ね。ってわけで早速フォトショップで作った標識を某工場で印刷してもらいました。これに柱なんかを組み合わせてそれっぽくしていくよ。まあこの辺りはいつもの手順だな。そして今回合流部はいつもと違って一時停止ありで作ってくよ。一般道の合流は一時停止線が書かれていることも多々あるよな。ちなみに一時停止線が書かれている合流は大体が交差点扱いだから左ウインカー。これ一部知らない人もいるみたい。知っておいて損はしなさそうな学びだな。分岐、合流もできたら残すは基本的な標識たち。この先左からの合流ありの標識だとか、まあ適当に置いていくよ。で標識の設置もできたらあと残すは草を生やしたり植樹すること。地味そうに見える作業ではあるが、あるのとないのとではかなり差が出てくるからな。神は細部に宿る。この言葉に従って街を作れば大体いい感じになるよ。これでロータリー建設に手をつけられるぞー。ってなわけでいきなり流れてくる楽しげな BGM とともに作ってくよロータリー。OK。でねどう作っていくかなんだけど、実はまだあまり構想が固まってなくてね。そうなのかい。ロータリー言っといてなんだけど、先にこの駅したスペースの開発をしようかなーってね。まあそれも一つの判断だよな。でどんな具合に開発してくんだ？こっから見て右の空間から A、B、C として、A の空間には駐車場を、で B と C の空間は特に使い道も思いつかなかったからコンクリートの壁で隠しておくよ。そもそもなかったことにしておくスタイルな。B と C、ご愁傷様です。思いつかなかったからしゃあない。じゃまず埋めていくよ A の空間を。まずは駐車場の出入り口ゲートを設置していこう。そして駐車場と歩道の境目にはフェンスを設置。これだけでもある程度は雰囲気出てくるな。あとはびっしりと駐車スペースを区切る白線を敷いていこう。これまた大変そうな作業。はい、こんな感じで完成。思ったよりもちゃんと駐車場感が出てる。見た目だけの駐車場だから機能はしないけど、とりあえずこれで A の空間は埋め終わった。B と C の空間はもうコンクリート壁で犠牲になったからようやくロータリーか。だね。でちょうど駐車場を整備してたらある程度構想も固まってきたよ。そりゃあ楽しみだ。まずこんな感じで適当にロータリーを作りまして、そしてこれが大雑把な駅前開発の計画。駅前ロータリー南側に大型商業施設、北側にはバス停。って言ってもこの街ってまだバス走らせてないよな。今回の駅前開発と同時に、バスの運行にも手をつけようと思っております。はい。ついにこの街にもバスが。今まで市内の移動手段は、徒歩か自転車か自動車、すなわち市内を移動できる公共交通は今回整備するバスが初めてであります。逆に今まで公共交通機関なしでよく耐えれてきたな。まあそもそも人口がそこまで多くないからね。それでバスを運行するって言ってもまずは車庫がないと始まらないから、まずはバス車庫の建設に取り掛かろう。それで一体全体バス車庫はどこに建設するんだ？さっき作った壇ノ浦小月通りと大寺漁港道路をつなぐランプのすぐ近く、ここに建設していこう。そして今回、バック求人で入ってる既存のものではなく、この日本風のバス車庫を建設してくよ。バック求人で入ってるバス車庫は欧米感つよつよだもんな。日本風の街づくりをするとなるとちょっとね。それじゃあまず囲いを建設していこう。OK。それじゃあとりあえず、レールウェイブリッジボーダーフェンス。この辺り使えそうだから使ってこう。これはなかなかに汎用性も高そう。実はこのフェンス駐車場にも使わせてもらったよ。これは早速。そして言い忘れたけど今回作る囲い、っていうか3層構造にしようと思っております。それはどんな具合に？まずブリッジボーダーフェンスの層。これがこの図でいうところの一番内側のここ。まず一番内側がブリッジボーダーフェンスと、そしてフェンスの層の一つ奥。ここは空差、と木の層。そしてお次ラスト。一番外側はコンクリート壁の層。なるほどフェンスとコンクリート壁で緑虫の層を挟む感じか。イメージとしてはそんな感じ。それじゃ実際に作ってこう。まずは一番内側のフェンスの層から手をつけよう。こんな感じで、魚寺漁港道路と面している面以外ぐるっと囲み込む。
はーい完成。次は一番外側のコンクリ壁の層を作ってこう。緑虫の層は最後にか。先に草を置いちゃうと色々面倒だからね。なるほど。でこのコンクリート壁なんだけど、実はこの部分に使われているものと同じものを採用しております。このネットワーク型のコンクリート壁、縦に長いして適度に汚れてるから割といろんなところに使えるんよな。割と大雑把なもの作ったりするときによく使うね。さあ最後はとどめ、草の層。ついに緑虫のお出ましじゃい。緑虫の層は同じ草ばかり置いてると違和感醸し出しやがるから、しっかりいろんな草を混ぜておいていこう。であと草だけだと少し物足りないから、背が低めの木なんかも植えとこう。この北地南国っぽい雰囲気を醸し出してんね。実はこのバス車庫、停留所としての機能も備わってるから、観光客に利用される時に雰囲気感じてもらおうと思ってね。ちょうどこの駅前から前回作った埼川商店街に至るバス路線なんかも計画してるし。観光地風な商店街か。でそのバス路線、このバス車庫の前も通る予定だし、観光客もある程度利用してくれそうだから。なるほどそういうわけな。でここまでできたらこれまた囲い以外の場所も植樹したり植栽したり。であとはこのバス車庫で勤務する人用の自動販売機を設置。そして当然のように一緒についてくるベンチ。そしてあとはゴミ箱を。さてとこれで完成か。いやめっちゃくちゃ大事なのが終わってない。ほう。このままだとこのバス車庫が街で浮いて見えるのはまあ見える。まあ確かに。というわけでリペインターで地面の色を塗り替えよう。周りのアスファルトに馴染みそうな少し暗めな色に設定。さっきみたいな浮いた感じは軽減されたな。これだけでもかなりぽくなるからこういうのも使ってこう。続いて駅前に戻ってバス停を整備していこう。の前にちょっと報告。ロータリーをちょっくら回収しておいたよ。草ぶっこんでタクシー乗り場を設けたのな。その通り。まあタクシーの車庫はまだないんだけどね。そういやまだ作ってなかったな。どうするよ、今からでも建設するか？まあまだいらないかな。でも近いうちに建設できるよう計画しておくよ。OK。それじゃあバス停を作ってこう。了解。でねどう作っていくかなんだけど、実はもう構想が固まっておりましてね。OK。そんでもってその構想とは？東西にもやしのごとく細い道路を敷いてバスが止まるところを何個か。なかなかに大雑把な構想だな。もはや構想と呼んでいいのか危ういほどには。まあこういうのって意外と行き当たりばったりで作ってもいい感じになるもんだから。実際今までそれでなんとかなってきてるもんな。まあでも何も考えずに作るってのはさすがにあれだから、なんてか先まで考えて作ってこう。まあさすがにな。バスが停留するであろう道路と道路の隙間は、ペデストリアンデッキプラス歩道分の隙間を確保。バス停とバス停の間はペデストリアンデッキ経由で移動できる感じか。そうそんな感じ。まあ横断歩道を作ってもいいんだけど、それだと利用者が増えた場合渋滞の元凶になりそうだから。なるほど。あと残すはペデストリアンデッキの整備と装飾。ペデストリアンデッキを建設に関してはなかなか大変そうだな。ちょっとばかり時間はかかりそうだけど、まあそこは頑張って建設していこう。頑張れ。とりあえずこんな感じに。ちなみに今は、ここだけ屋根がないのが気になったから修正しているところだよ。これ見て思ったが結構細かい作業なんだな。想像以上にね。ちなみにこの後歩行者パスも敷いてかないといけないから。大変そうだが頑張れ。あとは適度にデカールで汚していきまして。そして忘れてはいけない路面表示。路面表示があるかないかでは本当に印象変わるからな。こういうところサボりがちだけど今回はちゃんとやってくよ。そして仕上げに緑で彩りを。最近植栽ネットワーク酷使してるよな。そんだけ使いどころ多いし便利ってことよ。これで調布駅前バス停の整備完了。残すはショッピングモールの誘致ってところか。そうなんだけど、どうかしたのか？とある条件をクリアしたらそこ行ったるわって言われてね。まるでゲームみたいで面白いじゃないか。そして提示された条件とは？まず一つ、人口4万5千人を突破すること。現在の人口が約4万4千人だからこの目標は少し辛そうだ。その差1000人だからね。さらに一つ条件が、そのもう一つの条件とは？もう一つの条件。それは調布駅からのアクセスをしやすくすること。これはもともと都市計画に含まれているから実質条件は一つみたいなもんだな。そうだね。それじゃあ住民を1000人以上受け入れられる公営団地を整備していこう。駅前開発の計画図に公営団地が増えたわけだ。して公営団地を整備するのはいいが、ちょうど合いそうな建物はあるのか？
倉庫でいい建物があるんですよ。ほう、その建物とは？この日本風バカデカアパート。これ結構良くない？見た目に関しては結構いい感じだし、入居可能世帯数に関しても申し分ないな。よし、それならばこれで決まりじゃい。いくつか並べていきましての。そして登場、どこでもテナント。ついにこの街でも実用化されましたか、どこでもテナント。いやだって見てよこれ。これはもうどこでもテナントを置いてくださいと、自らお願いしているかのよう。そりゃあ置くしかないでしょう。そして団地と団地の隙間、広場みたいなところ。ここはレンガ調のデカールでおしゃれ感演出。ちょっとカラフルなタイプのレンガか。茶色一色も別に悪くはないんだけど、私の気分の問題で雰囲気柔らかめにしようと思ってね。そして空きスペース、主に歩道の脇部分は積極的に植栽植樹祭り。中には一日の大半を職場で過ごす方もいるでしょう。そんな素晴らしい住民に緑で癒しを。どちらかというと家にずっといる住民が癒されそうだが、にしても中庭ってのが少し引っかかるな。まあだって失業率じゃあね。もっと職場用意してあげないとな。いつかね、いつか。とりあえずこんな感じで公営団地完成。問題はこれだけで人口4万5千人を突破できるかどうかだが果たして、無事突破できたら嬉しいんだけど。さすがにちょっと無理があったみたい。惜しいんだけどな。どうするよ？ショッピングモールの誘致は諦めるか？こんなところで諦めてたまるかっこ野郎。オーケー、ならわかった。最終手段と出ようじゃないか。団地連打の術。うわこいつゴミみたいなことしてやがる。黙りなさい、悪知恵は全てを解決するのよ。さあ今現在の人口を見てみなさい。みるうちに目標人口に。さてこんな感じで第2の目標に関してはもう下準備ができてる。これで実質2つとも目標は達成済みみたいなもんだな。あとはその複合商業施設を運営している会社に行って、早速着工してもらおう。おそらく彼らの技術なら小1時間で終わるだろう。そんでは頼もしいな。そうと決まれば早速行くよ。見事目標を達成し、複合商業施設をこの町に呼び込むことに成功。人口4万5千人を超えた知らせを聞いて、この駅前に舞い込んできたわけか。これで周辺住民の幸福度も上がることだろう。従来なら家で引きこもることくらいしかなかった休日の選択肢も、今では過去の話。バスで埼川商店街に遊びに行くもよし、調布駅前のショッピングモールで買い物を楽しむもよし、そして家で都市開発シミュレーションゲームを遊ぶもよし、今までよりも休日の過ごし方の幅がかなり広がったわけだな。その通り、我が都市はここからさらに躍進していく。さてこれで長かった調布駅前の開発はフィニッシュ。ってわけか。安心しな、まだまだ都市開発は終わらない。最後に次回で、どの地域をどんな具合で開発するか、その他もろもろ話そうと思うよ。了解。まず今回開発した調布駅周辺地域の北側、ここには住宅街を建設しようと思ってて、調布駅周辺地域の南側、ここには少し田舎な風景を作り上げていきたいと思っていてね。田舎な風景を作るのは初の試みだな。うまくできるかはわからないけど、チャレンジしないことには前に進めない。この都市そのものだけでなく、それにふさわしい市長になれるよう私も精進していかないと。なかなかに険しい道だと思うが、一緒に頑張ろう。了解。